こんにちは、あやはれです。今日は1食あたり 30g のタンパク質が摂れるダイエット弁当を1週間分紹介します。今日紹介するレシピはすべて概要欄に記載していますので、作る時に活用してください。夏のお弁当作りで気をつけなければいけないのが食中毒。お弁当箱の中で細菌を繁殖させないために、まず食材を素手で触らないこと、2つ目に水分を入れないことが重要だそうです。細菌は20度ぐらいから活発に増殖し始めるそうなので、会社に持っていくときは保冷剤を必ず入れる。到着したらすぐに冷蔵庫に入れるのが安心かなと思います。今日は私が会社員時代にやっていた食中毒対策も織り交ぜながらレシピを紹介していきます。月曜日は海苔塩チキン弁当を作ります。まずはじめにお弁当箱はアルコール除菌します。冷凍しておいた玄米ご飯を温める。今回は玄米プラスもち麦入りのご飯です。ローカット玄米3合にもち麦1合を混ぜ合わせて炊く。玄米ご飯だけだとパサつきがちですが、もち麦を加えると全体ふっくら仕上がる気がします。1食あたり 100g から 120g に小分けして冷凍保存。私のお弁当のバランスは玄米ご飯100から 120g、 タンパク質25から 30g、 あとは副菜で食物繊維を摂る。さらに食物繊維が摂れるスープを添えて満足感のあるお昼ご飯にしています。玄米ご飯は加熱でき次第お弁当箱に詰めて粗熱を取る。わっぱ弁当は湿気を吸ってご飯がべちゃべちゃにならず、冷めても美味しいのがメリット。ただしレンジ加熱は NG。 レンジ加熱してから食べたい方は耐熱のお弁当箱を使うのがおすすめ。副菜の卵とアスパラの炒め物を作ります。アスパラガスは3センチ幅にカット。アスパラガスは冷凍保存もできるので、今日使わない分もまとめてカットして冷凍保存します。明日使うアスパラ2本だけはカットせずに焼くので、そのまま冷蔵保存。卵を1つ用意。薄く油を引いたらアスパラガスを炒める。軽く焼き色がついたら卵を割り入れる。鶏ガラスープの素小さじ1/2、胡椒少々。全体混ぜ合わせたら完成です。粗熱を取ります。解凍皿にのせると粗熱が素早く取れるのでおすすめです。海苔塩チキンを作ります。鶏胸肉を好きな大きさにカット。繊維を断つようにカットすると柔らかく仕上がります。お弁当箱の大きさにもよりますが、小さめにカットしてた方が詰めやすいです。このタイミングで鶏胸肉1枚すべてカットしておいて、半分は冷凍して木曜日に使います。マヨネーズ小さじ1、ニンニクチューブ小さじ1/3、約2センチ、塩コショウ少々。よくなじませます。片栗粉小さじ2、青のり小さじ2、軽く混ぜ合わせます。フライパンに薄く油を引いたら鶏胸肉を焼く。今までこういうレシピは油を多めに引いて揚げ焼きにしていたのですが、どうしても時間が経つとべちゃっとしてしまいます。出来たてすぐ食べるときは揚げ焼き、お弁当の時は少ない油で少し押し付けながら焼くと
表面がカリッとしていい感じに仕上がります。両面焼き色がついたら完成。粗熱を取ります。抗菌作用のある大葉はお弁当の仕切りにぴったり。水洗いしたら茎だけ水につけて冷蔵保存。乾燥してしなしなになるのを防げます。人参としめじのコンソメ和えを作ります。人参はピーラーか包丁で千切り。耐熱容器に入れる。しめじは石突きを落として小房に分ける。半量の 50g は冷凍保存。残りの 50g は人参と一緒に保存容器へ。レンジ 600W で2分加熱します。人参は加熱すると水分が出るので水気を切っておきます。オリーブオイル小さじ1、コンソメ小さじ 1.5、胡椒少々。よく混ぜ合わせます。おかずはこれで完成。粗熱が取れたらお弁当箱に詰めます。詰めるときは素手で触らない、水分を入れない。急いでるときは手を使いたくなってしまいますが、そういうときは手袋をつける。水気が多いものはクッキングペーパーで水気を取りながら入れるとより安心です。あと水気が出そうなものはおかずカップを使うのもおすすめ。最後に梅干しを添えて完成。通勤時間が長かったり冷蔵庫にすぐ入れられない場合は抗菌シートで食中毒を防ぐのも対策の一つ。インスタントのスープを入れる。スープを先に飲んでからお弁当を食べるとより満足感が上がります。最後に保冷剤を忘れずに。冷気は上から下に流れるので上に置くのが効果的です。火曜日は豚こまの梅和え弁当を作ります。最初に玄米ご飯をレンジで加熱。今日は卵焼き、アスパラ焼き、豚こまの梅和えの順番に作っていきます。まずは卵焼き。卵2つを溶く。顆粒和風だし小さじ1/2。醤油は少しだけ小さじ1/2程度。よく混ぜ合わせたらフライパンで巻きます。卵はしっかり火を通してください。お弁当箱の高さに合わせてカット。ご飯は加熱でき次第お弁当箱に詰めて粗熱を取る。昨日残しておいた2本のアスパラ、2等分にカットしてシンプルに焼くだけ。オリーブオイル小さじ1程度。軽く焼き色がついたら
塩コショウ少々。粗熱を取ります。豚こまの梅和えを作ります。梅干しは種を取って叩く。豚こま 100g 用意。タレを作ります。叩いた梅に醤油小さじ1、ごま油小さじ1、よく混ぜ合わせます。フライパンに豚肉、タレを入れてなじませたら、中火で豚肉に火が通るまで炒めます。最後にお好みで白いりごま。粗熱を取ります。すべての粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。大葉を敷いて豚肉、卵焼き、人参としめじのコンソメ和え、アスパラ焼き。ミニトマトを入れる場合はヘタを必ず取って水気はしっかり拭き取ってから入れてください。完成です。持っていくときは必ず保冷剤をのせてから持っていってください。白身魚の竜田揚げ風弁当です。週に最低1回は入れたい魚のお弁当。魚の油は脂肪燃焼効果が期待できると言われています。まずは玄米ご飯を加熱。タラの臭み抜きをしておきます。塩小さじ1程度を両面になじませる。5分放置します。卵焼きを作ります。卵2つに顆粒和風だし小さじ1/2、醤油をたらっと小さじ1/2程度。卵焼きを巻くのが本当に苦手なのですが、このフィスラーの卵焼きフライパンに変えてから綺麗に巻ける率が上がった気がします。最近お弁当作りが一番楽しくて、在宅なのによくお弁当を作っています。ご飯は加熱でき次第詰めて粗熱を取っておく。タラに下味をつけます。タラはきれいに水洗いして水気を拭き取る。酒小さじ2、醤油小さじ2、にんにくチューブ小さじ1/2、てんさい糖小さじ1/2、よく混ぜ合わせます。タレをかけます。5分以上放置。下味をつけている間にオクラで副菜を作ります。塩で板ずりするかネットでこすり洗いして産毛を取ります。汚れの強いヘタの先とガを取ります。今回使うのは3本分ですが、このタイミングで全量カットしておきます。斜め3等分にカット。油を薄くひいてまとめて炒めます。軽く焼き色がついたら
一旦3分の2の量を取り出す。オイスターソース小さじ1/2、白いりごまを適量加えてさっと炒めたら完成。最後に漬けておいたタラを調理します。一口サイズにカット。片栗粉小さじ2、薄く油をひいて片栗粉をまぶして焼く。軽く押し付けながら焼くと表面がカリッとします。粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。持っていくときは保冷剤を忘れずに。鶏胸の七味マヨ弁当を作ります。玄米ご飯を加熱します。お弁当箱を除菌。昨日炒めておいたオクラと卵1個を使ってポン酢炒めを作ります。このレシピから見ている方は斜め3等分にオクラをカットして薄く油をひいたら軽く焼き色がつくまで炒める。卵を追加。少し火を弱めてポン酢小さじ1、粗熱を取る。ご飯は加熱でき次第お弁当箱に詰めて粗熱を取る。レンジが空いたので鶏胸肉をレンジ解凍します。待ってる間に人参で副菜を1品作ります。人参をピーラーか包丁で千切り。耐熱容器に入れる。冷凍しておいたしめじ 50g。 冷凍きのこの人はレンジ600ワットで3分、冷蔵のきのこの場合は2分加熱します。解凍した鶏胸肉で鶏胸七味マヨを作ります。一口サイズにカットした鶏胸肉に塩コショウ少々、片栗粉小さじ2、油を少量ひいて片栗粉をまぶして焼きます。タレを作ります。マヨネーズ小さじ2、天才糖小さじ1/2、七味唐辛子2振り程度。よく混ぜ合わせる。両面焼き色がつくまで焼いたら一旦火を止めてソースをかける。弱火で表面に照りがついたら完成です。レンジ加熱した人参に味付けをします。人参から出た水気を取って
粒マスタード小さじ1、オリーブオイル小さじ1、酢小さじ1、よく混ぜ合わせたら完成。粗熱が取れたらお弁当箱に詰めます。完成です。保冷剤を必ず入れてください。金曜日は豚こまとオクラのごま味噌炒め弁当を作ります。まずは玄米ご飯を加熱。卵焼きを作ります。卵2つに顆粒和風だし小さじ1/2、醤油をたらっと小さじ1/2程度。ご飯は加熱でき次第お弁当箱に詰めて粗熱を取っておきます。冷凍していた豚肉をレンジ解凍して豚こまとオクラのごま味噌炒めを作ります。みりん小さじ2、味噌小さじ1、甜菜糖小さじ1/2、よく混ぜ合わせます。斜め3等分にカットしたオクラ、薄く油をひいて豚肉を炒めます。全体火が通ったらタレを加える。オクラを追加。最後に白すりごまを適量加えたら完成。粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。ミニトマトは必ずヘタを取って水気をしっかり拭き取ってください。保冷剤を忘れずに。先週ぐらいからコメントと DM で私の動画にかなり似ている動画があると心配のメッセージを複数いただき、その動画を確認したところ、もう一瞬で怒りがぶわっとこみ上げるほどの内容で、1日2日ぐらい引きずるぐらいショックでした。これまでにも何度かこういうことがあったのですが、インターネット上に上げたものに関してはある程度仕方ないかと諦めていました。ただ今回ご報告いただいた動画に関しては私の中での許容できるラインを大幅に超えるもので、 YouTube に著作権侵害の申請をして YouTube 側で削除対応してもらいました。連絡をくださった皆さん本当にありがとうございます。もし今後そういったなんか明らかにおかしくないと思う動画があればコメントか DM で教えていただけると本当にありがたいです。ネガティブな話で終わる形にはなってしまいましたが、私自身はこれからも変わらずお役に立てる動画作りに励んでいきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。